波動を高めるために無理をして頑張って余計にパワーを使って疲れちゃう感じ、皆さんもこれ経験ないですか？はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。いきなりですが皆様にご報告がございます。この度チャンネル登録者数7万人を達成いたしました。皆さんのおかげでこんな夢のような数字を達成することができました。本当にありがとうございます。もうかなり前、1万人ぐらいの時だったかな、10万人目指すぞなんてね、大口叩いちゃったもんで、もう本当にここまでドキドキだったんですよ。でもなんと開始から2年半でここまで来ることができました。心が折れそうになったことも何回もあったんですけど、皆さんの温かいコメントに支えられてここまで来ることができました。5万、7万ときて、次は10万人の時にご報告したいなと思ってるんですけど、夢にまで見た銀の盾をね、皆さんにこうやってお見せできるのをイメージしながらまた頑張りますので、皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録はしていないけどいつも見てくださっている隠れ豆スタンの皆さん、この機会にぜひご登録お願いします。10万人の時に一緒に喜びを分かち合いましょう。ということで7万人達成記念企画ということでね、私いろいろ考えたんですけど、今回は皆さんからこういう動画を作ってほしいっていうリクエストを募集したいと思います。こういう話をしてほしいとか、こういうことを動画にしてほしいとかね、個人のお悩み相談ではなくって動画で知りたいことをリクエストしてください。私が直感的にこれいいなって思ったものを採用して動画を1本作りたいと思っています。最近もねコメント欄で色について知りたいとか、あと美容とかメイクについてお話ししてくださいっていうねコメントも時々いただいたので、そういう感じですね。メイクだったら例えば金運がアップするメイクが知りたいとかね、より具体的な方がありがたいです。過去動画ですでにお話ししているものはちょっと採用できないのでご注意ください。で、あっちこっちに書くとわからなくなっちゃうので、この動画のコメント欄に書き込んでください。お一人様一つまででお願いします。で、今回採用できなかった方でもとてもいいアイデアの方は今後動画を作る時の参考にさせていただきますので、ぜひご応募ください。締め切りは3月9日日曜日、サンキューの感謝の日ということでね、9日の日付が変わるまでお待ちしております。皆さんからの動画のリクエスト楽しみにお待ちしております。はい、ということで本題に入っていきます。今回は波動の高い人、特に基礎波動が高い人の特徴についてお話ししたいと思います。常に強運な人の秘密がわかりますよ。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もフォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は一生強運を引き寄せる基礎波動が高い人の特徴10選ということでお話ししたいと思います。基礎波動って耳慣れない言葉だと思うんですけど、はい、私が勝手に名付けちゃいました。なんか偉い人に怒られませんかね？大丈夫かな？これね、私の持論なんですけど、波動ってその時の気分で上がったり下がったりしちゃう一時的なものと、その人の人格とか経験に基づいた人生観から作られる基礎的なものがあると思っています。基礎体力とか基礎体温、基礎学力とかね、ああいった感じですね。で、人格的な成長に伴って出来上がった基礎波動っていうのは日々のちょっとしたことでは簡単に揺らぎません。これ私自身の体験とかいろいろな人たちを見て気づいたことなんです。楽しいこととかワクワクすることをして波動を上げるっていうのは割と簡単に誰でもできることなんですよ。いいことがあれば波動が上がって、悪いことがあれば波動が下がる。これって普通のことですよね。皆さんも日々の気分や感情で波動がアップダウンしているのなんとなくわかりますよね。でもこの一時的な気分で変わる波動ではなくて、そもそもの基礎波動が高い人はちょっとやそっとのネガティブなことでは波動が下がらないんです。外側のことで波動がねいちいちアップダウンしないんですよ。何があっても波動の高い状態をキープできるんです。なので日々の多少のねアップダウンはあっても基本的に強運ですし、大体の願いは叶ってしまいます。周りから見るとね、あの人はいつも運がいい、ついてる人って見えると思います。で、私自身ね、この基礎波動が高い状態になって願いが全て叶いましたし、それこそちらっとね一瞬思っただけで思った以上の形で願いが叶ってしまうこともよくあるんです。そして一度基礎波動が高くなってしまうと簡単に下がりませんから、それほど無理とかね必死な我慢とかをしなくても願いが叶っていくようになります。
引き寄せようとしなくても向こうから勝手に飛び込んでくるっていう感覚になります。なので今ではね、どうせ叶うんだから目の前のことを楽しもうとか、どうせなんとかなるから放っておこうぐらいの気持ちになれるんですね。で、この基礎波動が低い状態だと日々の波動を整えるだけでも結構大変だと思います。一瞬でパッと上がったとしても持続性がないので、何か常に楽しいことをしていないといけないとか、下がったら上げなくちゃってね、気負う感じになってしまったり、何かことあるごとに気分がねアップダウンして波動も上がったり下がったりして、すごく疲れちゃうんです。波動を高めるために無理をして頑張って余計にパワーを使って疲れちゃう感じ、皆さんもこれ経験ないですか？私もね以前そうだったんですよ。波動を上げるために楽しいことやらなきゃって頑張ったりで、やってはみるんだけど三日坊主で続かなくて自己嫌悪しちゃってね、波動を下げてしまったり、楽しもうとして無理をして疲れてね、逆効果になっていることがありました。以前のこちらの動画でもご説明しているので、またよかったらご覧ください。ですので皆さんには日々の波動を整えることもとっても大切なんですけど、この基礎波動を高くすることを意識していただきたいなと思います。まさにザ波動の高い人っていう感じのオーラを放つようになって、一生安定した引き寄せ力をキープできます。ではこの基礎波動の高い人というのはどういう人なのか、特徴を10個挙げてみましょう。ぜひ皆さんも意識して取り入れてみてください。基礎波動が高い人の特徴10選。まず1つ目は、自分の気持ちに常に寄り添い、自分を丸ごと受け入れている。これはつまり自己受容ができているということですね。自分のいいところも悪いところも全部ひっくるめて認め、愛し、受け入れることができている人。こういう人は波動が常に安定していてメンタルも強いです。不満や怒りもちゃんと見てあげて、我慢しすぎず上手に相手に伝えたり発散できますから、ストレスをためません。そうすることで自己肯定感が高まって、どんな自分も肯定できるので、外側のことにいちいち振り回されなくなります。何か辛いことがあっても、そんな時もあるよね、大丈夫とか、私ならまたやり直せるよって自分を親友のように大切にできるんですね。自己信頼や自己受容ができるようになると、エネルギーが強くなってオーラまで変わるので、見た目の印象まで明るく魅力的に変わってきます。2つ目は、何があっても結局うまくいくと信じている。どんなピンチの時でも楽観的に考えることができる人は基礎波動が高いです。トラブルがあっても自分を紙視点で客観視して、まあいっかとか、なんとかなるさって、まるでドラマでも見ているかのように気持ちを切り替えられます。そして本当になんとかなってしまうんですね。自分なら絶対に大丈夫と最後まで自分を信じられる人は最強の引き寄せ体質と言えるでしょう。で、自分の意識が現実を作っているっていうことを分かっているので、周りを変えようと無理なエネルギーを使いません。常に自分の内側に意識が向いているので、外の状況にいちいち一喜一憂せず波動が安定していますね。3つ目は、どんなことにも良い面を見出すことができる。一言で言うとポジティブ思考な人ですね。そして簡単に諦めず突破口を見つけようとする意志の強い人です。どんな状況にあっても、どんな環境、どんな人たちの中にいても、少しでも良いところを見つけ出そうとする人は宇宙が真っ先に味方してくれます。なのでギリギリのところで必ずチャンスが舞い込んできます。ですからピンチだと思っていたのにガラッと形勢が逆転するようなことも起こりますし、どん底からの華麗な復活劇とかもありますね。これまで自分をライバル視していた人が一転して味方になったり、嫌な人だと思っていたのに良い面が引き出されて仲良くなっちゃったり、こんなことも起こるんです。逆にそのピンチがあったからこそ目標を達成できたり、長年の夢が叶っちゃったなんてね、ドラマチックな体験をする方もいるでしょう。以前のこちらの動画でもお話ししてるんですけど、実は苦労やトラブルっていうのは神様のお計らいで人生のテストだったんだってことに気づくと、ますます基礎波動は強くなります。何があっても腐らずに光を探そうとする人に天使は微笑んでくれるっていうことを忘れないでくださいね。では4つ目の基礎波動が高い人の特徴は、困っている人に手を差し伸べることができる。利他の心、慈悲の心がある人は基礎波動が高いです。いつも自分のことしか考えられない人、人に何かしてもらうことばかり考えている人は常に不安と恐れでいっぱいなので、基礎波動が低くて安定しません。
なので波動を上げようとしてどんなに楽しいことをしてみたところで自分でまた波動を落としちゃってることに気づいていないので、なかなか引き寄せができないということになります。でね、なんで私はいつもついてないんだろう、おかしいな、こんなに波動を上げる努力してるのになって思っちゃうんです。自分以外の人のために動くことができる人、自分から人に与えられる人、思いやりと勇気のある人は魂から光を放っていますし、基礎波動が高くて強いです。心で思ってはいるんだけど行動に移せないっていう人もいると思うんですけど、考えるより先に体がもう動いちゃってるっていう人はそもそものエネルギー値が高いので、基礎波動も高く運も強いです。人目を気にしてとか、あといい人に見られたくて嫌だけどやるっていうのではなくて、困っている人を見て知らんぷりができない、自分の気持ちに嘘がつけないような人、こういう人はちょっとしたトラブルや悩み事なんかでは波動が下がりません。神様に常に守られていますから、人のために使ったエネルギーが後々何倍にもなって帰ってきます。なのでこれに当てはまった方は安心して神様のご褒美たくさん受け取ってください。ただ自分の承認欲求を満たすために人のプライバシーに勝手に踏み込んだり、あれこれ世話を焼きすぎるのはね、おせっかいとも取られがちですので、相手との関係性を見て冷静に判断してください。では5つ目はトラブルがあってもすぐに逃げずに解決を試みる。人間関係とか仕事とか恋愛とかね、嫌なことがあるとすぐに逃げ出してしまうのを繰り返す人は、また別の場所で同じことが起こるものなんです。起こる問題というのは天から自分に与えられた課題で必要な学びなんですね。でもクリアせずに逃げる癖がついてしまうと、卒業するまで何度も追試験があります。恋愛や仕事で毎回同じような人が目の前に現れるのはそういうことなんですね。ですからいい意味で諦めて、なんとかなるさと腹をくくってね、問題解決に取り組むことができる人は基礎波動が高くなります。もちろんね、ひどいパワハラとかモラハラ、暴力などからは逃げることも必要ですよ。ですがその後でね、あれはこういうことを教えてくれた出来事だったなとか、あれがあったから私は変われたなって学びにすることができる人は基礎波動が高く強くなります。そして次は他の人の悩みを解決するのに力を貸してあげることもできますから、また波動が上がりますよね。別にね、完全に解決できなくてもいいんですよ。ただ解決しようと試みること、この試行錯誤すること自体が尊いですし、経験と学びになるんです。なのでまずは良い面を探して課題と向き合ってみることを心がけましょう。自分の気づきや学びにできた時、自分を困らせていた相手が急に目の前からいなくなったり、自分が別の場所に移動することになったりして、問題が自然に解決することもあるんです。基礎波動が高いとそういう奇跡的なことも起こるようになるので、何があっても結局大丈夫なんだってわかるんです。はい、では6つ目は自分軸で生きている。何があっても人のせいにせず、全ては自己責任だって引き受けられる人は波動が高くて強いです。また周りの人に流されず、人は人、自分は自分って考えられるので、基礎波動が安定していますね。相手との心地よい距離感を保って、ここまではいいけどこれ以上はダメっていう風に自分の境界線を持っています。つまり心理学でいうバウンダリー、自他境界線がちゃんとあるんですね。他人にコントロールされませんし、相手に不要な介入をしない、させないということを心得ています。人間関係がうまくいかない人っていうのはね、相手との距離感がバグっちゃってるんですね。必要以上に相手に求めすぎたり、勝手に世話を焼きすぎたり、相手との境界線をうっかり超えてしまってるんですね。自分軸をしっかり持って精神的に自立している人は周りに振り回されず、基礎波動も安定しているので常にいいことが入ってきやすくなります。人とのトラブルも少ないので、ずっと心穏やかに生きられます。はい、では7つ目は常に情熱を持って行動し続けている。好きなことややりたいこと、興味のあることに常に夢中になって行動し続けている人は基礎波動が高くて強いです。情熱の波動ってめちゃくちゃ強い波動なので、常に願望実現のエネルギーがみなぎっていることになります。そして行動力もありますから、あれやってみようとか、ここ行ってみようって思ったら即行動するんですね。自転車って漕ぎ出す時はペダルが重たく感じますけど、漕ぎ続けていると軽くなるでしょ。
常に動いている人はエネルギー循環がいいので動き出すのも早いんですね。そしてチャンスが来るとパッと飛び乗れるので、結果願いが叶いやすくなるというわけです。人から見るとなぜか運のいい人に見えると思うんですけど、たまたまじゃなくて常に運をつかめる体制が整っているからなんです。運というのは準備ができている人のところに転がり込んできます。ですから思いついたら即行動というのを心がけて自然とできるようになると、願望の現実感がすごく早くなるのを実感できます。では8つ目は、成功も失敗も含めていろんな経験を楽しめる。フットワークが軽くいろんな経験ができる人は基礎波動も高いです。失敗するかどうかとかあんまり深く考えずにもう飛び込んじゃうような人、私もそうなんですけど、ある意味無鉄砲とも言えますね。だからね、失敗もめちゃくちゃ多いんですよ。私ね、若い頃からやりたいこと何でもやってきたので、もう傷だらけでボロボロです。仕事でもプライベートでもね、もう修羅場をかいくぐって強くなって全てが血肉になっているようなタイプです。でね、転んでもただでは起きませんから、失敗も成功もどっちもプラスになっちゃうんです。うまくいかない時でも成長のチャンスにできる自信があるので、あまり迷わないですし、とりあえず動きながら考えるっていう感じ。悪魔とか貧乏神もね、取り付く隙がないんでしょうね。常にチャレンジをしている人って魂を常に磨いていますから、赤がたまらないんです。いつもね、つるんつるんのむき卵みたいにピカピカなので、悪いものがこうやってくっつくことができないのね。で、そのピカピカの光に誘われて向こうからいいことが入ってくる。お金もチャンスも勝手に飛び込んでくるし、それが当たり前みたいな感覚になります。もう本当に誰でもそうなれますから、この基礎波動を高くすることを心がけた方がいいと思います。はい、では9つ目は、どんな状況にあっても今ある幸せに感謝ができる。運のいい人というのは、一見悪いことが起こった時でもその中にわずかな救いを見つけ出して感謝することができます。例えば電車に乗り遅れたとしても、あの電車に乗らなかったことに何か意味があったのかも、何か難を免れることができたのかもって思います。また辛いことがいろいろ起こっても、これで役が全部落ちたからあとはもういいことしかない、ラッキーなんてね、プラスに変換できます。逆に運のない人というのは、目の前に与えられているものに気づかず、ないものばかりを探しては、あれがない、これが足りないって不平不満ばかり言って落ち込んだり腐ったりして、まだわからない未来を心配ばかりしています。暗い、重い、めんどくさい、こんな負の三拍子が揃ったような印象になっちゃいますから、それは運も逃げちゃいますよね。そして過去や未来のことにばかり意識が向いていて、今という時間を無駄にしています。どんなにどん底に落ちても自分と宇宙を信頼して、自分にはまだこれがある、命があるんだからまだやり直せる、またきっとチャンスは巡ってくると信じられる人は、神様が必ず手を差し伸べてくれます。そんな生きていることそのものに感謝ができる人、神様はね、絶対に見捨てたりはしません。常に謙虚な気持ちで、どんな小さなことにも感謝ができる人は、不運がいつの間にか消え去って、いい人やいいことがどんどん集まってくるでしょう。はい、では最後の10個目は、自分に自信があり、周りの人に良い影響を与えられる。基礎波動が高い人は自分に自信があります。これね、根拠なんて必要ないんですよ。なぜだかわからないけど、私には絶対できる、私は絶対に大丈夫って思ってるんですね。古い歌でね、黙って俺についてこいって歌があります。元はね、植木等さんの歌で、その後天童よしみさんがカバーされてるんですけど、ご存知ですか？こち亀のね、アニメのオープニングで流れていたんですけど、皆さん覚えてますか？りょうさんっていうこの眉毛のつながったね、葛飾のおまわりさんの漫画ね、概要欄に歌のリンクを貼っておきますね。歌詞がとっても面白くて、金のないやつは俺んとこへ来い、俺もないけど心配すんなとかね、そのうちなんとかなるだろうっていう歌詞、もう本当に肩の力が抜けてね、私めちゃくちゃ大好きなんです。辛い時でもなんとかなるさって思えるし、楽しい気持ちになるので、ぜひ聞いてみてください。無責任なようなんだけど、その軽さに救われるっていうのかな。こんな風にね、いつも明るく楽天的で自信があって、周りにもね、光を与えられる人は基礎波動がとっても高いと思います。少々のことではびくともしませんから、生涯運のいい人でいられますね。でね、仕事のないやつは俺んとこへ来い、俺もないけど心配すんなってね、ほんとメンタル強いですよね。
いや、こういう人になりたいですよね。りょうさんにぴったりの歌だと思います。はい、ということで10個をご紹介しました。全体をまとめると、ポジティブでアクティブでクリエイティブな人という感じですかね。常に明るく前向きに考え、自発的に行動し、自分で現実を想像できる人です。自分が常に人生の主人公であり、現実を作っているのは自分だって分かっています。起こることは誰のせいでもない、自分の内側の繁栄だって知ってるので、周りに変わってほしいと期待しないで、まず自分の意識を変えようとします。そんな基礎波動が高い状態に一度なってしまえば、多少のトラブルや問題が起ころうとも簡単には揺らぎません。どんなことも全てプラスに転換して、さらに強くなって前に進んでいくことができます。生まれつき波動が強いのではなくて、いいことも悪いことも全てを豊かな経験として身にまとい成長してきた人です。これはね、年齢は全く関係なくて、今からでもそうなると決めて日々心がけながら生活していけばいいだけです。基礎波動が高くなると全てをプラスにできますから、不安や恐れ、迷いがなくなります。また常に自分の内側が満たされているので、何かに依存したり執着したり過剰な欲望に振り回されることもありません。こういう状態になると、あとはただもう目の前に流れてきたものに乗っていくだけ、飛び込んできたことを受け取っていくだけという感じになります。人生がどんどんシンプルになって生きやすくなります。お金もね、欲しい欲しいって強く願わなくても、必要な時に必要な分ちゃんと入ってくるので安心感がありますね。でね、基礎波動が高い状態になると、常に温かい光で満ちていて、自分というものがそのままで完全なんだっていう安心の波動でいられるので、常時覚醒している感じなんですよ。で、覚醒って言葉ね、よく聞くけどどんな感じって思ってる方も多いと思うんですが、今回のお話でなんとなく、あ、そういうことかって分かっていただけたんじゃないかなと思います。基礎波動が高い人イコール目覚めている人と言っていいと思います。皆さんにも目覚めているってこういうことなんだ、自分が世界を作っているってこういうことだったんだっていうね、この感覚を体験していただきたいと思います。今回の10個の特徴、ぜひ意識して過ごしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は基礎波動が高い人の特徴ということでお話ししてみました。参考になれば幸いです。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。7万人記念企画ご応募お待ちしております。